石畳の温度は 65.8 度。真昼になるとこの街から人影が消えていきます。もちろん誰もいなくなるわけではありません。ですが一本路地へ入ると人通りは驚くほど少なくなります。実際に街を歩いてみると、この街には暑さの中で暮らすための工夫がありました。なぜ人は真夏の砂漠都市で生活できるのか、その理由を現地で検証します。ここはインド北西部ラジャスターン州にある砂漠都市ジャイサルメールです。世界遺産の城塞都市として知られていますが、真夏には気温45度を超える日もあります。午後になると人通りは一気に少なくなります。メインストリートには人の姿がありますが、一歩路地に入るとこの静けさです。日本でも暑い日はありますが、この光景は少し異様でした。そこでまずはこの街を歩いて確かめます。まずは路地を歩いてみます。歩き始めてすぐあることに気づきました。それはとにかく路地が狭いことです。建物同士が向かい合うように建てられています。もちろん暑いことには変わりありません。それでも歩いていると、思っていたほど直射日光を浴びません。周りを見渡してみると、張り出した建物が目立ちます。場所によっては日陰が途切れずに続く路地もありました。こうした街並みがこの暑さと関係しているのかもしれません。ですが見た目だけでは分かりません。本当に日陰は涼しいのでしょうか。実際に温度を測って確かめてみます。まずは直射日光が当たる石畳です。結果は 65.8 度。場所によっては70度近くを示す場所もありました。真夏の石畳は想定を超える暑さでした。次に路地の日陰でも測ってみます。こちらは36度。それでも直射日光が当たる石畳と比べるとおよそ30度低い結果になりました。この町では路地の日陰が暑さを和らげているようです。ではなぜこの町にはこれほど多くの日陰があるのでしょうか。理由はこの町の作りにありました。この町では建物同士が近い距離で建てられています。そのため路地には自然と日陰が生まれます。実際に歩いてみるとその狭さがわかります。路地が狭いため太陽が高く昇っても直射日光が入りにくくなっています。さらに建物の一部は道路の上まで張り出しています。
建物同士をつなぐアーチも見られます。こうした作りによって路地の日陰は途切れにくくなっています。これは一部の路地だけではありません。街全体が暑さを和らげるような作りになっています。上から見るとその特徴がよくわかります。ジャイサルメールは砂漠の中で発展してきた交易都市です。強い日差しの中で暮らすため、人々はこのような街並みを築いてきました。暑さと共存する知恵がこの街には今も残っています。この街並みは観光のために残されているだけではありません。今も多くの人が暮らす生活の場です。建物が作る日陰に加えて、商店街では道路の上に日よけを張り、さらに日陰を作っています。強い日差しを避けながら普段通りの生活が続いていました。子供たちもこの暑さの中で日常を過ごしています。石畳は 65.8 度。それでも人々は街が生み出す日陰を生かしながら今も暮らしています。真夏には45度を超えるジャイサルメール。人々はこの街の作りを生かしながら砂漠の暑さと共存してきました。真夏の砂漠都市で人が暮らせる理由、その答えはこの街並みそのものにありました。